変えられるとしたら自分の思考と行動だけですよね。そんなことに時間使うんであれば、自分でやれることを考えて行動する方がよっぽどいいんですよね。モンジ社長、僕今、仕事もしんどいですし、彼女に振られてどうしたらいいかわかんないです。しょうがないから頑張ったらいいんじゃないですか。いや、なんでモンジ社長ってそんなにポジティブにいられるんですか？そんなポジティブじゃないですかね。僕でもネガティブですよ。仕事もしんどいんですよと。彼女にも振られてどうしようもないんですよ。それなんか悲しんでなんかあります？仕事がしんどいって言ったら何がしんどいの？仕事ができないこととか、上司から怒られることとかですかね。仕事ができない、なぜできないのかと考えてできるようになればいいし、上司との人間関係がうまくいかないんだったら、うまくいくようにどうすればいいのかっていうのを考えた方が良くない？そうですね。彼女に振られたんだったら、彼女により戻してもらえるように何ができるのと。もしくはより戻んないにしても、自分が何を変えれたらとか進化できたらいいのみたいな。目標の話と一緒で、今ばっかりしか考えないからみんなそうなるんですよね。企業を経営するとかもそうかもしれないし、人生も全部そうですけど、これからどうしますかという話考えれば、悩んでたり落ち込んでたりする暇なくないですかと。起こったこといちいちくよくよしてるんだったら、なんで自分はくよくよしてるのかと。何が原因だったのかと考えて、これからどうしようかって全部考えていったら、悩む必要ないと思うんですよね。その思考ってどういうタイミングでそういう考え方になったんですか？一つは、引っ越しの現場なんですよね。今日の現場は4時に終わる予定だったのが、すごいトラブルがいっぱい頻発して、終わりが見えないみたいになる時があるんですよ。昔、こいつすげえなと思ったのが、どんな状況においても、最後、笑いながら、やるしかないっしょって言って、みんな元気にする奴がいたんですよ。これって本質だなと思って、くよくよしても終わんないんですよ。文句言ったら、早く終わるんだったら言えばいいじゃんと思ったんですけど、意味ないんですよ。それよりも、この状況の中で、やれば終わるんだからみんな頑張ってやろうよ。さっさとやろうぜってやった方が終わるんですよ。仕事ができる人って、やっぱりそうなんですよ。いかにネガティブなオーラを出していること自体が自分にマイナスでしかないなと思ったんですよ。大変な現場やるんだったら、お客様にも喜んでもらって早く終わらせる方がいいに決まってるんだから、こんな気持ちを持つだけ無駄だっていうんですよね。二つ目は、会社としてやっぱ目的目標をちゃんと持った時に未来志向かどうかだっていうことですよね。仕事ができなくて上司との人間関係も微妙で、あなたどうしたいのと。他人の行動とか言動って自分がその場で変えることできないんで、変えられるとしたら自分の思考と行動だけですよね。変えられないことを悩むんじゃなくて、変えられる行動とか言動を考えて実際やっていきましょうよという方がよっぽど自分のためですよねと。モンジ社長が人生の中で一番落ちたタイミングとかってどういう時だったんですか？会社作って3年目の目的目標がなくて苦しんだ時ぐらいかな。唯一会社辞めようかなと思った時で、何のためにやってんのかなみたいな。やることに対しての意味を見失った時じゃないですか。目的と目標っていうものがものすごく大事で、確固たるその目的とかもあれば、壁に当たっても乗り越えられるじゃないですか。目的なかったら乗り越える意義がないんだもん。でもそれがもし自分が目的目標達成するために訪れた試練だと思ったら、どうやったらこの壁乗り越えられるかって考えるじゃないですか。将来的にこうなることを目的にしてますよってなったら、その目標、目的のために上司との関係性が悪いとか、今仕事ができないっていうのはただの課題ですよね。それをクリアしないと自分の目標達成できないじゃないですか。どうやったら仕事できるようになるか、どうやったら上司との人間関係をうまく活かすことができるかとかって考えますよね。そういう思考になってるだけですよね。目的があって目標があって、そこに向かって頑張っていたら、悩んでる暇がないんですよ。100歩譲って悩んだとしても、未来に向けてポジティブな話じゃないですか。そういう感じの思考になってるだけですけどね。社員さんでネガティブになってる人がいたら、どういうふうに声かけてるとか、社長なりのやり方とかってあったりしますか？何がしたいのだけですよね。目的目標だけですよ。一番に言うのは。自分がそうだったから、目的とか目標はなくて、働く意義とか意味とか、人生においての意義とか意味とかっていうのが不明朗だからそうなるわけじゃないですか。だからあなたはどうなりたいんですかと。どうしたいんですかと。っていうことですし、アップルとしてはそういうのがあるんで、フィロソフィーとかクレドとかそういうのをまとめてるわけですよね。思考法として。それに基づいて引き出すだけですよね。悩んでるのを肯定してあげてもなんかあんまり微妙かなと思うんで、一旦聞く時はありますけど、これからどうしていこうかってちゃんと上向きにしてあげないといけないんで。社会的に肯定的がいいというか、あんまり否定しないことが求まれるような気がするんですけど、本当に優しいのって個人的にもしっかりお尻を叩くわけではないですけど、アドバイスとか上がるために言ってくれるみたいな人がいいのかなとは思いますね。結果、その人が別に上がればいいじゃないですか。他人が言う否定的肯定的どうでもいいですよね。その人が別に上向きになればいいから、ケースバイケースになっちゃうんですよ。
その人がどういう性格かとか、どういう人かとか、どういうことがあったかとかにもよりますけど、前に言った思考法ですよ、言い換えですよ。僕は仕事ができないから、つって、できないってことは、じゃあ今能力ゼロだとしたら、伸びしろしかねえじゃないかと。上司との人間関係が悪いっつったら、でも上司と仲良すぎてもね、なんか相変仲良くないけどね、みたいな。彼女に振られたら、もっといい彼女見つけるチャンスじゃん、みたいな。確かに捉え方次第ですね。体の状態が悪い時ってちょっと思考も落ちがちですよね。体と頭を分けて考えた方がいいと思ってて、仕事とプライベートと同じ話で、体か頭から始まるんですよ。病は気からって全部じゃないですけど大体そうだなと思ってて、自分が本当にそうだと思うんですよ。なぜならば、絶対に外せない用事とか予定は絶対に体調悪くなるんですよ。それが終わって正直別にリスケしても問題ないなとか、正直そんな重要な用事じゃないって時に1年に1回ぐらいのインフルエンザとかなんですよ。僕は絶対に重要な時に気温はないんですよ。でも重要じゃない時に出るんですよ。体が体調悪かったら思考もそうなりがちだってことも理解して、思い込み結構大事ですると、そっちが頑張ってきて体も復活するとかね。すごい悩んでる時も思い切って運動して汗かいて爽やかになった時に負担が軽くなる時ってあるじゃないですか。ストレス解消みたいな話ですよ。体が悪い時は思考もそうなりやすいから、あえて逆にポジティブな思考にしようと。健康の方に頭使って思考を楽にするというか、いい循環を体から回すみたいな時もありますし、最後にでも言うと、あなたの周りにネガティブな人とポジティブな人がいたらどっちがいいですかって、みんな大体いやネガティブな人と一緒にいたくないっていうわけですよ。ネガティブって言っても仕方のないことを言って投げることなんですよ。言葉で発したものがやっぱ頭に返ってくるんですよ。頭で考えてまた発するんですよ。言葉を吐き出すともう一回インストールされるわけですよ。言い出す気にはないんですね。100万回言ったところで何も変わらないんですよ。変わるのは自分が思い込みだけ。これもだから思い込み使ってるわけですよ。どのようにすればその愚痴を言わなくなるのか考えた方が、自分にとっても周りにとってもプラスでしょ。ネガティブな人っていうのは結局自分の気持ちしか考えてないんですよ。自分でコントロールできないことに時間を費やすの無駄で、そんなことに時間使うんであれば、自分でやれることを考えて行動する方がよっぽどいいんですよね。ネガティブに考えてしまうことは自分のためだけですよねと思うんですよ。って考えるとやめとこって。アップルさんではそういう乗り越える力とかっていうのは身についたりはしますか？知らんわなと自分で頑張れやと。その代わりそういう思考とか考え方の資料とか環境は他者よりはあると思いますよ。ありがとうございます。最後にちょっとメンタルが弱ってる方へアドバイスとか一言ください。大体そんな悩むことじゃないですよ。だからもっと気楽にね、考えるようにしたらいいんじゃないかなと思いますけどね。10年後振り返ったらそんな大したことないし、もっとしんどい人を世の中見たらいっぱいいるから、そんなに深く考えなくてもいいし、この先じゃあどうしていこうかなっていうことをちゃんとやっぱ考えることが最もやっぱ自分のためとかになるんじゃないかなと思うので、客観的にとか考えて見てもらった方がいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。本日もご視聴ありがとうございます。アップル引っ越しセンターでは常に共に働く仲間を募集しておりますので、ホームページや SNS 等を見てご連絡いただけると嬉しいです。また、YouTube チャンネルでは研修、現場の様子、対談、イベント、またビジネスで役立ちそうな思考とか様々な動画配信しておりますので、ぜひチャンネル登録してください。最後にこの動画も見ていただいたので、いいねを押していただければと思います。ありがとうございました。